も、ゆっくりレ夢ムです。マリサだぜ。ねえマリサ、気づいてたかしら？何がだ？チャンネル開設から1ヶ月が経過したのよ。長いようで早かったぜ。覚えることが多くて大変だったけど、動画を完成させた後の充実感は気持ちいいな。チャンネル登録してくれた人も100人以上よ。みんな優しい人たちなんだぜ。感謝してもしきれないのぜ。ほんとね。制作者も喜んでたぞ。腕時計友達が全国に増えたような感覚だな。私とマリサしか友達いないものね。それは言わない約束だぜ。そうだったわ。落ち込んで引きこもりになったら大変ね。これからも動画作成を続けていく予定だから、チャンネル登録がまだの人は登録してだぜ。数少ない友達になってあげてね。この番組は時計の小話の提供でお送りします。ゆっくりしていってね。それで今回はどんな小話かしら？その前に、本当はボーナスも近いしボーナスで買いたい腕時計5000とか、企画ものを考えていたんだ。ありがちだけど王道な内容よね。どうして変更したのかしら？動画の視聴者の年齢が高めなんだな。初心者向けに低価格の機械式時計の入門的紹介を考えていたんだけど、制作者が腕時計の相談を受けたら、本音はロレックス一択で進めると思ったのぜ。そうなの？ロレックスは高いし購入難しいわよね。それでも年齢層を考慮して最初の一本を進めるとしたらロレックスになるぜ。いや、若い人でもロレックスを進めるのぜ。無理してロレックスだぜ。どこかで聞いたフレーズね。大好きなチャンネルなのぜ。DJ ライブも楽しいわよね。普段視聴しているチャンネル紹介もしたいな。それも面白い企画じゃないかしら？考えておくのぜ。ロレックスをおすすめする理由は何なの？いろいろあるぜ。実用時計で壊れにくし精度も高いのぜ。文句なくかっこいいしな。腕時計の王様だものね。制作者のファーストロレックスは20年以上前に購入したエクスプローラーだぜ。昔から時計に興味あったのよね。そうだな。ドラゴンクエスト3の主人公にもオメガと名前を付けていた記憶があるのぜ。大昔の話ね。その頃は名前とマークがかっこよかったぐらいの知識だったと思うけどな。エクスプローラーは正規店で購入したの？いや、並行店で購入しているぜ。今みたいに正規店にこだわったりしてないな。でも、高かったんじゃないの？その頃は並行店で購入する方が安かったぜ。ロレックスを販売しているお店も多かったし、小さな町の時計屋さんやドンキなどのディスカウントストアでも販売してた記憶があるぜ。若かったし知識もないから安く買えるお店で購入するのが普通だったかな。今とは全然違うのね。話が逸れてしまうから、別の機会に昔話をしたいと思うぜ。そうね。今回は1本目にロレックスを買う理由よね。以前は腕時計のおすすめを聞かれたら、迷わずロレックスを勧めてたぜ。最近は勧めてないの？スマホやスマートウォッチが普及してから聞かれることが少なくなったと感じるぞ。時代の流れね。昔は社会人なら腕時計ぐらいしてないと恥ずかしい感じがあったと思うぜ。最近は腕時計をしてない人も多いよな。実際時間を見るならスマホが多いかもね。今よりは全然安い価格で購入したけど、嬉しくて寝る時もつけていたな。そんな満足感もロレックスを勧める理由だな。実際の体験からね。でも、一番勧める理由はリセールバリューが高いからだな。転売かしら？転売とは別に考えてもロレックスのリセールバリューは高いんだ。資産価値ということね。今は資産価値を考えるかもしれないけど以前は買い取りしてもらう際に値下がり幅が、他の時計より少ないぐらいの認識だったぜ。そうなのね。ブランドによっては購入した時点で価値が半額ぐらいになるのが普通じゃないかな。ロレックスもデートナとかプレミアがつくモデルはあったけど一部だけだったな。そうなのね。価格が下がらないということは、なんかあった時にお金に換えられるだろ？そうね。購入した金額より大幅に下がるか、少ししか下がらないのかは大きな違いだぜ。それは間違いないわね。急な大病や出費でいつお金が必要になるかもわからないだろ？人生先のことはわからないわね。他にもやっぱり腕時計を購入したけど自分には必要ないと思う人もいると思うぞ。このチャンネルからしたら寂しいけどね。趣味や好みは変わる場合があるしな。その時でもリセールバリューが高ければ損失は少なくて済むよな。今なら逆に高くなるかもしれないしね。その逆に時計沼にはまって別のもっと高級な腕時計が欲しくなったら下取りに出せるぜ。次の腕時計の購入資金にするのね。他のブランドだと下取りに出しても値がつかない可能性もあるんじゃないかな。車だって買い替える際にそれまで乗っていた車を下取りに出したりするだろ？そうね。車の場合は保管場所の問題もあるから、一緒に考えることはできないと思うけど、腕時計を売ること自体は悪いと思わないぜ。年を取って趣味が変わることもあるわね。そう思ってるぜ。でも、ロレックスは購入が難しいでしょ？
正規店にこだわらなくていいと思うんだ。制作者も最初の1本は並行店で購入してるな。今後の並行相場はわからないけど、他の腕時計と比べればリセールバリューは高いと思うのぜ。そうなのかしら？ロレックスが下がれば他の腕時計はもっと下がると思っているぜ。それに大きな並行店だと無金利60回とかでの購入もやってたりするのぜ。5年間無金利なのね。5年間お金を貯めてから買おうと思ったら、5年後は価格が上がっている可能性もあるぜ。正規販売は毎年値上がりしてるのよね。中古相場も上がると思った方がいいな。正規店は基本ローンでの購入ができなくて一括払いになるから、カードローンで購入した場合の金利を考えると無金利はメリットもあると思うぞ。高額だから金利も安くないわね。一括で購入できる人ばかりではないしね。モデルによっては5年間使用していたのに売ったら買った価格より高い場合もあるぜ。ロレックスはすごいわね。運上ブランドもあるけど、初めての高級腕時計で購入する人は少ないと思うしな。現実的にロレックスになるのね。それに売る気がなくても自分が持っている腕時計の価値が上がるのは嬉しいぞ。どんな気分なの？自分の子供が評価されている感じかな？それは嬉しいでしょうね。クロノ24のウォッチコレクションに登録して楽しんでる人も多いと思うぜ。制作者も登録してるわね。売らなくても下がると悲しいんだよな。石破ショックね。そういうことを考えると他にも素敵なブランド時計はあるけど、結局、買うならロレックスと考える人も多いんじゃないかな？人気があるのはそういう意味もあるのね。ロレックスしか勝たんのぜ。制作者が買ったエクスプローラーは30年以上前のモデルだけど、日差もほとんどないぐらい正確だぜ。そんな古い腕時計なのにすごいわね。視認性も抜群だし丈夫で壊れない。究極のシンプルウォッチだと思ってるぜ。老若男女関係なく服装も選ばないから、一生使える腕時計だと思っているぜ。それだったら1本買うのも納得ね。あと、腕時計じゃないけど、大きな並行店では金のネックレスなどの貴金属も販売しているところがあるのぜ。金も下がらないと思っている人は無金利ローンを利用して貴金属を購入しても、いいんじゃないかと思うぜ。アクセサリーね。金相場も上がっているわよね。投資は素人だから詳しくはわからないけど、5年後の相場が今より上がってるとしたら、今の価格で購入して積み立てみたいに、5年間支払っても損しないんじゃないかな？貯金の代わりにするのね。詳しい人がいればアドバイス欲しいわ。いざという時にお金に換えられるものを購入しておくのは良いと思っているぜ。安心感はあるかもしれないわね。時計も投資も自己責任でお願いするぜ。今回の小話はいかがでしたか？これからも時計の小話を続けていくので、少しでも興味を持ったり気になった方は、チャンネル登録&高評価をお願いします。本当にすごく励みになって感謝してるのぜ。動画も少しずつ増えてきたので、見てない動画がありましたら、もう一本見ていただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。